この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はこれ意外と聞かれることなんですが、絵師って息抜きに何やってるんですかっていう質問です。そうなんですよ。絵って描くのに時間が結構かかるので、絵師は四六時中絵を描いているっていうイメージがありますよね。そのイメージ、割と合ってます。絵柄にもよるので、必ずしもそうとは限らないかもしれませんが、絵師は高確率で1日のうちに長い時間、カリ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 って、ずーっとね、お絵描きに時間を当てている人が多いんですよね。僕もですね、今日はお絵描きするぞっていう日は、8時間から長い時には10時間以上お絵描きしていることを、普通にありますね。で、当然ね、長い時間机にかじりついていると、精神が疲弊してきますから、気になってくるのが疲れた時の精神のリフレッシュ方法です。疲れてきたな。このまま描き続けるのもしんどいし、なんか違うことやってフレッシュな精神を取り戻したいな。でね、そんな時に何やるか問題です。これね、当然人それぞれ違う解決方法があると思うんですが、今日はそんな時、プロイラストレーターを20年以上続けてきた僕が何をしているのか紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、なんか作業がはかどらないな。どうしようかな。そんな時に気持ちをリセットして、新たな気持ちで再びお絵描きに向き合うにはどうすればいいのか、そのヒントにしていただけると思います。それでは早速、行ってみましょう。早起きしてコーヒーを買いに行く。はい、おはようございます。今ですね、朝の5時なんですけれども、いつも通りセブンイレブンからコーヒー買ってきました。ホットコーヒーのラージサイズです。毎朝ですね、これを買うところから一日が始まります。ちょっといただきます。めちゃめちゃ寒いんですけど、これあったかいですね。あったまる。で、これだけでもいいんですけど、僕のお気に入りの飲み方は、これと金のミルクシリーズ。これとね、抹茶味があるんですけど、これを口に含みながらコーヒーを飲むとめちゃめちゃうまいんで、やります。はい。これね、口に含みながら、ほのかにね、ちょっと甘くて美味しいんですよ。はい。ということで、最初に紹介したのが僕のモーニングルーティン。セブンイレブンのコーヒーを買いに行くっていうやつなんですが、ちょっと初っ端から突っ込みがあるかもしれません。作業の合間じゃないやんっていう。いや正確に言えばそうじゃないかもしれませんが、なんかでもこれ僕にとっては一応ね、作業と作業の合間の時間なんですよね。夜寝るまで絵とか動画を作っていて、で、そのまま疲れ切って寝るじゃないですか。で、朝起きて、よし今日も作業始めるかっていうその合間なので、そこで新たに精神をリフレッシュするための行動なんですよね。でね、やっぱ朝外に出るのって僕が色々試した中でも最大級気持ちをリセットするための行動で、かなりポジティブになれる時間帯だと思うんですよ。これ完全に僕の気分の問題というか、主観なんですけどね。僕今年でね、41歳なんですよ。これこの前ね、漫画家のぬこうさまちゃんと同い年って聞いて、ちょっとびっくりしました。厄年です。この前ね、厄払いしました。それは置いといて、20代まで僕は、クリエイターは夜作業するもんだっていうイメージがあって、昼夜逆転の生活を送っていたんですよね。夕方に目を覚まして、朝ごはんという名の夕ごはんを食べて、で、そこから集中すると気づいたら夜中の12時になっていて、で、そこで昼ごはんという名の夜食を食べて、で、またそこから集中。で、そうすると朝の6時になっていて、で、そこで晩ご飯という名の朝ごはんを食べながら、缶チューハイをね、プシュッとやって、で、酔いつぶれながら寝る。みたいなね。で、また夕方に起きるっていう、そういうザ・クリエイターっていうただれた日々をね、送っていたわけです。でもこれ一般人としては時間帯ずれているとはいえ、割とそういうサイクルをきっちり守っていれば、昼夜逆転しているとはいえ、規則正しいので、精神はそこそこ安定するんじゃないかって思うじゃないですか。それがね、そうでもないんですよ。もうね、夕方に起きると、日が暮れている時に一日が始まるので、なんかもう始まった途端にその日が終わっていくような、物悲しさというか、虚しさというか、もったいなさ、みたいな状態から一日を始めることになるわけです
よ。もうね、始まった瞬間にネガティブなのよ。もうそんなのポジティブに一日を始められるわけないじゃないですか。これはいかんっていうことで、30代になって慌てて朝方にシフトしたんですよね。もう早起きしようと。朝5時とか6時には起きて、そこから作業をすることにしました。でね、せっかくだからそこで目いっぱいね、もう朝を感じようと思って外に出るわけです。でね、外に出たついでになんかしようかなって思って、コンビニ行ってね、コーヒーを買ったわけですね。まだ気温が上がりきっていない寒空の中、その時ね、日の出とともにズズズズズってこうすすったコーヒーが、これがね、妙に美味しくて、それ以来ね、この習慣が続いているんですね。朝日で照らされた街並みと出勤していく人たち。今日が始まる気配の中、コーヒーをすすっていると、よーし、今日も一日やるぞっていう気分になります。僕にとってこれが最高のリフレッシュの瞬間なんですね。活字の本を読む。次に紹介するのが、活字の本を読むってことです。ちょっとこれ、もしかしたら人によっては、お勉強するってことなにリフレッシュの方法を紹介してるのに、意識高い系って思われるかもしれませんが、違うんですよ。イラストレーターって絵を描く職業じゃないですか。で、それに伴って必要な作業があって、それがイメージのインプット作業。つまり、素敵なものをたくさん見て、そのイメージを自分の中に取り入れるっていう作業です。これ、あえて作業って言っちゃうんですが、そうなんです。インプット自体はとても楽しいことの一つなんですが、でもね、長年イラストレーターを続けていると、やっぱりどうしてもその仕事モードに疲れてしまう瞬間っていうのもあるんですよね。例えばね、仕事の合間に息抜きとして映画を見に行くことあるじゃないですか。うおー、楽しみだなーとか言って、ルンルンで見に行くわけなんですけど、でもね、映画を見ている時にふと気づくわけですよ。このシーンのカメラワーク、すごいぞ。これ、絵に取り入れられそうだな。このシーンの色使いすごい雰囲気出てる。次こういう絵描こうかな。もうね、ふと気づくと仕事モードになっちゃってるわけですよ。絵がね、ついてると。もうね、純粋に楽しんでないわけ。インプットモードに知らず知らずのうちになっちゃってるんですよね。精神がね、元気な時にはそれでも全然いいんですけど、ちょっと疲れてネガティブになってしまっている時は、そういうことも相まってですね、なんか映画に行くのも疲れちゃうんだよな。どうせ俺はあんなすごいもの作れないし、うじうじ、みたいなね。なんかもうそういうどうしようもないほど卑屈な感じになっちゃうこともあるんですよ。そんな時に活字です。活字のいいところは何と言っても絵がついていないところです。絵描きにとってはこれほどプレッシャーを感じないメディアはありません。だってインプットしようにもインプットしようがないんですから。ページをめくれどもめくれども文字。たまにね、挿絵ぐらいついてくることもありますが、その程度ですよね。もうね、普段素敵な絵面をインプットしなきゃ、素敵なデザインをインプットしなきゃって力が入っている人にとって、ちょっとこれほど安らぐのは他にはないかもしれません。ということでね、僕は意識高いどころか、単純に画像という名のくびきから逃れるための現実逃避として、リフレッシュ手段として活字を楽しんでいます。筋トレ&有酸素運動をする。はい。ということで、やっぱりこれは外せないと思います。筋トレと有酸素運動。最初はね、筋トレをやっている映像なんですが、これね、YouTube を見ながらやっていますね。最近僕がハマっているのは、アクトレブログっていう、シルク・ドゥ・ソレイユのアーティストさんのチャンネルです。僕こうやって筋トレが息抜き方法です。とか言ってますが、体のことについてはズブの素人なので、効果的なやり方とか全然わかんないんですよね、実際。なのでやっぱりここは、プロの人のやり方を学びながらやった方がいいだろうってことで、こういうね、やり方をしています。アクトレさんの動画は動画を視聴しながら一緒にね、トレーニングをできるようなものも多いので、例えばね、ちょっと今日は大胸筋を鍛えようかなっていう時は、大胸筋ってね、そういう動画を探して流しながらアクトレさんと一緒にトレーニングしています。それと有酸素運動の方なんですが、こっちは以前紹介したモッサファイトっていうのがありましたよね。これもね、YouTube の動画に上がっているんですが、約30分の格闘技の動きを取り入れたサーキットトレーニングで汗をかくっていうトレーニング方法です。僕的にはね、これが一番汗もかきますし、リフレッシュ、できるんですが、ちょっとこれは家の中でやるには、特にね、マンションの人とかは、ドタバタと音が出てしまいますので、ちょっとね、やりにくいかもしれないなっていうのと、あと絵描きって普段あんまり運動しないので、ちょっとそういう人にとってはハードすぎる、みたいな声があったので、今日は違うやつを紹介します。モッサセンタジーです。こちらはね、有酸素運動っていうよりかは、ヨガとピラティスを組み合わせたみたいな動きで、どっちかっていうとス
トレッチに近いような感じのプログラムなんですが、これもね、30分ぐらいかけて体を動かしていくプログラムですね。途中ね、ちょっとした筋トレなんかも含まれているので、程よく汗もかきますし、リフレッシュ効果もあると思います。普段あんまり運動しない。ちょっと運動はしたいんだけど、でも外に行くのは億劫だし、そもそもそんな時間ないよっていう人にとっては、このプログラム結構ね、おすすめですのでやってみてください。思ったよりもリフレッシュできて、日々の作業に対してさらにポジティブに向き合えるようになると思います。写真を撮りながら散歩する。はい。次もね、ちょっと体を動かす系になってしまうんですが、僕が普段やっているリフレッシュ方法として散歩があります。まあでもね、ただの散歩っていうだけだとちょっとつまらないので、もう一ひねり加えるとすると、スマホを片手で持ちながら、写真を撮りながら散歩するっていうことでしょうか。これはね、さっき紹介した活字の本を読んでインプットから逃れようといったのとは逆の行動ではあって、どちらかというと日常すらお絵描きに活かそうみたいな、そういう絵にポジティブに向き合えている瞬間のリフレッシュ方法ではあるんですが、普段ね、僕らって色々な風景を無意識にぼんやりと眺めているじゃないですか。それはね、散歩している時もそうだと思います。目の前を通り過ぎていく風景を何気ない日常の風景として、特にね、意識にも留めていないと思うんですけど、片手にスマホを持って写真を撮ろうというモードで散歩することによって、何気ない日常の風景でも結構違ったように見えてきます。例えばね、これは僕が公園を散歩しながら撮った写真なんです。公園を歩いていると、なんかこういう木の根っこのボコボコした感じとか、苔むした切り株だったりとか、太い幹の途中から新たに芽吹いている細い枝とか、こういう何気ない風景なんだけど、改めて見てみると、心惹かれる空間に気づくことがあります。そういうのをね、写真で撮りながら、いろいろとね、妄想を巡らせてみるわけですよ。例えば、こんな風に、巨大な世界樹に今から登ろうとしている二人の旅人の姿、とか、木々の合間を泳ぎ回る回遊魚の姿とか、あとこんな風にドラゴンの巣に分け入っていって狩りに挑む猫狩人の姿とか、これね、キノコが足場になっているんですね。こんな風にね、写真を構えながら何かしらの風景を切り取ってやるぞっていう、そういうモードで散歩することによって、構図とか画角とかシチュエーションを考えながら風景を眺めることになるので、何気ない日常の風景がいつもとは違った素敵なものに見えてくることがあります。妄想上手な人はぜひこんな風に少しクリエイティブな散歩をしてみても、いつもと違った視点を手に入れることができて、リフレッシュにつながるかもしれません。絵を描く。そして最後、絵描きにとっての最大のリフレッシュ方法は何かというと、はい、絵を描くってことです。冗談じゃありません。絵描きは絵を描くことによって一番リフレッシュするっていうことが、これは結構普通にありますね。これ正確に言うと、普段仕事で絵を描いている絵描きは、仕事じゃない絵を描くことによってストレスを発散しているっていう、そういう言い方をすると伝わりやすいかもしれません。普段ね、仕事として絵を描いている人って、多くの場合、絵を依頼してくれるクライアントがいて、その人のために絵を描いています。当然ね、クライアントさんからの要望がありますので、全く好き勝手に描くわけにはいかず、相手の要望を聞き入れながら画面作りをしていく必要があります。それはそれでね、とてもやりがいがあって、面白い作業ではあるんですが、本当はこうしたいなとか、この仕様がなければもっとこうできるのに、というフラストレーションも、どうしても抱えていることがあるわけです。なので、やりがいはある一方でね、もうどうしてもね、もっと好き勝手に、このほとばしるパトスを画面にぶつけて、っていう、そういうストレスを抱え込んでしまっている場合があるわけですよ。でもね、そういうストレスを一度抱えてしまったら、それはもう運動とかゲームとか他のものでは全く解消できないんですよね。その思いはもう絵にぶつけるしかないんです。なので、絵の仕事終わって、よーし、リフレッシュタイムじゃーってなった時に、絵描きは一見不思議な行動を取り始めます。はい。休憩時間なのに、また絵を描き始めちゃうんです。でもね、今言ったように、休憩時間に描く絵は、仕事で描く絵とは全く違う、自分のストレスを全部そこにぶつけるような、好き勝手に描くような絵ですから、気持ちの上では仕事とは全く逆の行動をしているわけです。なので、他では得難いぐらい、めちゃくちゃリフレッシュになるんですよね。そういう時に描いた絵ってね、完全に自己満足のために描いてますから、たとえツイッターでね、その絵をツイートしたとしても、
いいねやリツイートがたくさんもらえるような、そういうね、わかりやすい絵ではない場合が多いんですが、だからこそそういうのはもう一旦忘れて、ただただ日頃の鬱憤を晴らすような、ただの落書きにね、ふけってみると、自分が思っていた以上にストレスが解消できて、すっきりとしてポジティブな気持ちを取り戻せると思います。最近仕事ばかりで好き勝手に絵を描いていなかったな、そういえば。あるいは、いいねやリツイートのことばっかりがちらついてしまって、リラックスして絵を描いていなかったな、っていう人は、ぜひそういうことを一旦忘れて、ただただ自分のために、自分を満足させるためだけに絵を描いてみてはいかがでしょうか。多分これが絵描きにとっては一番の息抜き方法かもしれませんよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回は絵描きの息抜き方法についてお伝えしましたが、息抜きが済んだら急にストイックに絵の上達を目指したくなった。やってやるぞっていう気分になる人も少なくないかもしれません。そんな時にはこちらの動画、完全版ポージングをうまく描く方法がおすすめです。こちらはキャラクターを生き生き描く方法をポージングの描き方の部分から丁寧に解説した動画になっております。慣れないポージングを描くには少し体力と精神力が必要ですが、今日の動画でリラックスできた皆さんにとってはうってつけの上達方法かもしれません。興味がある人はぜひチャレンジしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。